で、本日の材料なんですけれども、森町ですね。函館今皆さんいるのここですけれども、森町というところで買い付けてきた、カレー類。で、普段ですと、魚種名を、秘密にしておいて、実験の一環として皆さんに、図鑑を見て、同定していただくんですけれども、今回ちょっと時間の関係でもう、教えてしまうと。宗八という魚種です。で、これをですね、一昨日ですね、6月16日に、買い付けてきたものです。で、市場に行きますと、このように、箱に入って、積み上がっているわけなんですが、それぞれにラベルが入ってまして、大、中、小という、銘柄っていうんですけれども、そのグレードがついています。サイズに基づくグレードがついています。で、市場全体で、この、箱の組成というのが、どうなっているのかというのを、調べたところ、大が35%、中が50%、小が15%ということになっていました。これは、全体の重量組成ですね。重量組成として、こういうことになっていたというものです。で、そこから、今回は、大2箱に中4箱、小1箱という、買い方をしてきました。で、これを、皆さんの、その、班で分けて測ってもらうということですね。で、測る、内容なんですが、長さ、重さ、それからその後、お腹を、開いて、性別、オスメスどちらかを見て、生殖線重量を測ってもらう。それから、胃袋ですね。胃袋を取り出してみて、中身が、あるかないかを、調べて、いただく。で、結構この今回の魚は空っぽなことが多い。非常に空の、リスが高いんですけれども、もし、何か生き物が出てきた場合は、あったと。大きな声で、TA か、また教員を、呼んでいただければと思います。それから、耳石ですね。これを取り出して、臨門読んで年齢査定を、ちょっと、あの、荒々なんですけれども、ちょっと試みていただくということになります。で、種の童貞、これは今回省略するところなんですけれども、一応ざっと説明しておきますと、カレー類の場合ですと、目と口の、位置関係なんていうのをよくその童貞のポイントにします。目の位置に対して口のその裂けてる後列っていうんですけれども、口の裂けてる部分が、目の交代より後ろにあるのか、前にあるのかという位置関係。それから、えー目玉ですね。目玉がこの体の体側とどういう関係にあるのか。中に入っているのか。ほぼ線状なのか、外側に出ているのか。で、今回の走破種の場合は、口が、えー大きめで、目が外側に飛び出しているような形。こういったところから走破種と同定してもらうということですね。で、他に、図鑑を見るときには、図鑑と見比べる際には、体側の、模様とか色、それから、側線が、どんな伸び方をしているのか、まっすぐなのか曲がっているのか、どう曲がっているのか、それから、尾びれの、端っこの、形、まっすぐなのか湾曲しているのか、湾入しているのか、こういったところをポイントにしてもらうということです。で、実際に魚を測るときなんだけれども、試験研究機関で測定を行う際には、2人ないしは3人の、1グループ、を作って、魚を、測るということをやります。で、こちらはですね、室蘭の栽培水産試験場にお邪魔した際に、撮った写真なんですけれども、えーこの、この人ですね、この人が、魚の、長さと、重さを測る。こちらに測定板があって、ここに測りがあると。で、まず長さを、測った後に、ここに乗せて体重を測ると。で、こちらが記録者ですね。記録してるこの人は記録する専門の人。で、長さ、重さを測った後に、今ちょうどお腹を開いているところなんですけれども、お腹を開いて、オスメスとか、生殖腺の重さ、こちらの細かい、
メモリの、明かりで生殖線重量を測って、記録してもらうと。で、じゃあこの人は何をするのかというと、ここまで生殖線まで取り出したところで、ここに魚を並べています。で、並べたものを、こちらの人が順次、こちらに持ってきて、ここにある包丁で、ザクッと切って、耳石を取り出すと。で、この人は耳石を取る、専門の人ということになりますね。このような、分担をして、3人で測定をしているということになります。で、今回は、1グループ皆さん何人なんでしょうね。4人ですかね。4人か3人かになるので、これ、こういった役割分担、それプラス、耳石を、読む人。で、体長ですね。一番大事な体長の測り方なんですが、体長、魚の長さに関しては、測り方いろいろありまして、今回は標準体長というのを測ってもらいます。で、他に、全長ですね。端から端まで、ですとか、微差長、尻尾の、こう、フォークしている部分を測るものだとか、いろいろな測り方があるんですが、今回は、標準体重というのを測ってもらいます。それから、よく使われるのは、今回も使うんですけれども、標準体長というのがあります。でこれは、下尾軸骨といって、尻尾の、付け根の骨の後端、ここから、粉端までの長さということになります。で表向きだとちょっと分かりにくいんですけれども、この魚の場合だと、裏側ですね、これちょっと色が変わって、ちょっとここにこう線みたいなのが見えますかね。あとこう曲げてみたときに曲がる場所というふうに覚えてもらうといいかと思います。この部分ですね。読み間違えないようにこの、三角定規なんかを使ってスライドさせると測りやすいということになります。この時注意するのはですね、この測定板の端にちゃんと頭がついてることですね。それから魚がピンと伸びてることと、まっすぐこう水平になってることですね。はい、読んで。これは292。SL292。はい。はい、で測る人ははっきりと発音して、292とか292と、元気な声で言って、記帳する人は、それを復唱してもらいます。聞き間違いとかが時々ありますので、で、測ったらこちらに乗っける。457。457。はい。それからさっき言い忘れたんですけれども、この魚、特にこの魚種は粘液がすごく多くて、でこれちょっと触ると手が荒れたり、それから痒くなっちゃう人もいるので、素手でいいよって人はいいんですけど、ちょっと手袋をして測定をした方がいいかなと思います。はい。このように体長、体重、長さ、重さを、測ってもらったら、次にお腹を、切り開いて、胃の中身ですね、胃内容物があるかないか見るて、それから生殖線ですね、オスメスを判定して、生殖線重量を測ってもらうという作業をしてもらうことになります。そして、長さ、重さを測った次に、解剖します。解剖って言っても、もうお腹を切るだけなんですけれども、切り方なんですけど、ここに肛門があります。でここにハサミを入れて、カレー類の場合、普通の魚ですとこのまま上に進んでいくんですけども、カレー類の場合はこういうふうに進んでいくと、開けやすいですね。でそれから注意するのは、ハサミ、先が丸い部分と先端の部分とあるハサミがありまして、こういうハサミの時には、丸い方で切り詰めていかないと、中を傷つけてしまう。ここは胃袋なんですけれども、胃袋を傷つけてしまったりすることがあるので、初め尖った方で切ってから丸い方で切り替えるなんていうこともやります。で今回は、まずこちら肝臓ですね。それからこれが、胃袋です。で胃袋のここを切る。でここが腸の端ですね。
でこれで、消化器系と肝臓、それから、胆の、その辺のセットが取れたわけです。で、今回は性別、それから生殖腺重量というのも測ります。でスポッと取れればいいんですけど、これがなかなか取れないので、ハサミで切り進めると。で片側が取れましたと。でもう片方を切るためにはこちらも切り進めて取ると。で、オスメスの判定をするんですけれども、これはどっち？これはメスです。はい、メスですね。これちょっと見て、判断してもらうしかないんですけども、後でオスが、これ出てこないですね、きっとね。メスばっかりだと思うんですけれども、この魚種の場合、なぜかメス、大きいメスがまとまって取れてしまうんですよね。で、小さいものの中にオスが混ざっているという形です。で、この場合ですね、メスというふうに言って、で、生殖腺重量を測ると。で、今回生殖腺重量は、0.1g 単位で測ります。この場合だと65.9、ということになりますね。はい、でちなみにですね、胃袋今これ取ったんですけれども、何を食べてるか後で調べるんですけど、これ殻だったんですね。空っぽです。殻ですね。この場合胃が殻といって、特に標本を取らないと。それから、場合によってはこの肝臓ですね、肝臓重量というのを測る場合もあります。今回は測りませんけれども、これもこの栄養状態の指標として測る場合があるということですね。はい、じゃあ次お願いします。動画の中では、胃が空だった場合ですね、空で下で、横に、放り投げてるんですけれども、それだけじゃなくて、ちゃんと空でしたと、空位と言って、記録者はですね、後で説明するんですけれども、空であったという記録をしてください。でもし、お腹の中に何か餌、魚とかエビみたいなものが入っていた場合ですね、そういったものがあった場合には、いつもですと、一旦固定してもらって、2日目に同定するという作業をしていたんですけれども、今回ちょっと時間の関係で、もうその場で同定を済ましてしまうことにします。そこで、何があった場合、あったと、いないようがあったという大きな声で、TA または、教員を呼んでください。で、駆けつけて、その場で、同定と表量ですか、を行います。そして最後に、採取するのが耳石ですね。で、これを、頭を割って取っていただく。で、何のためにこれを、取るのかというと、この耳石にですね、年輪模様みたいのがあって、そこから年齢を査定可能かもしれないということになります。で、この取り方なんですけれども、一応口で説明しておくと、無眼側、白い側ですね。白い側の方のひっくり返してもらって、目の後ろ1センチぐらいと胸びれを結ぶ線、ちょっとこれ図がないと分かりにくい。後で動画を見てください。を結ぶ線に沿って、包丁を入れて、ザクッと切るんですけれども、そこで完全に、切ってしまうと、耳石も割ってしまうので、切れ目を入れて割る感じですね。これも動画をちょっと見て参考にしてください。どうも裏側からやった方が、取りやすいようです。目の後ろ1センチぐらいのところと、胸びれを結ぶ線に包丁を入れて、で割るとここに1つ2つと耳石がありますと。でここに1つともう1つ。動画では耳石をちゃっちゃと取り出してるんですけれども、なかなかうまくはいかなくて、取れない場合も、一つしか取れない場合も結構あるかと思います。で、一つでもいいかと思います。ただ注意してもらいたいのは、どの個体から取ったのかというのが、わからなくならないように順番に並べておくと
で、場合によっては、2つとも割れてしまったとかいう場合もあるかもしれないんですけれども、そういったものを除外する場合でも、必ず何番目の個体から取ったものなのかというのが分かるように、きちんと、並べておくなり、番号を、つけるなりしておいてください。そして、臨文を読むという作業をしてもらうんですが、それにはですね、肉眼よりも実体顕微鏡を、使ってもらった方がいいかと思います。で、このご時世ですので、顕微鏡を使うにあたっては、必ずエタノールを、染ませたタオルで、ペーパータオルで、よく拭って、くださいという触れる部分ですね。手とか、目が触れる、まぶたが触れる部分をよく拭いてください。そして各班ですね、10個体の読輪を目標にしてください。割れちゃったり読めなかったりで、無理だったという場合もあると思うんですけども、目標は10個体であると。で、その読み方なんですが、ここが角なんですけれども、そこから、不透明体、透明体と、この一つのペアで、1年分の、輪っかであろうと。で、ここが、1歳ぐらいを示すところだと。で、この例だと、R1、それからここが R2、R3 と、なっていくわけです。他の、こちらは実体顕微鏡で覗いている例ですね。ちょっと大きめの個体、30センチ近い個体なんですけれども、ここが R1、R2、R3 と、1、2、3、4、5、6、7ぐらいまで読めるんで、7プラなんじゃないかなと。それからこちらもう少し小さい個体で、R1、R2、3、4、5と、5プラぐらいかなという、この写真で紹介しているぐらいなので、これは結構読みやすい個体の事例です。で、輪紋がはっきり見えないもの、もうなんかすべてこう、真っ白になっちゃってて、見えないようなのもありますので、そういったものはスキップして、飛ばして次の個体にかけていただくというのが良いかと思います。で、あと注意するのは、1人で読まないで、2人で読み合わせをしてください。で、2人で、意見が一致したものを使うと。どうしても意見が一致しないものというのは、データに含めないと。それから繰り返しになりますが、記録時に個体番号とずれないように気をつけましょう。ということですね。で、次に、データの記録です。で、これはもう長さ、重さを測るところから、の話なんですけれども、この用紙を、各班にお配りします。で、記録する人はですね、班の名前ですね、だとか、どこの標本かだとか、漁獲年月日、今回これはみんな一緒だと思うんですけれども、それから、漁具はそこ差し上げる。こういったことを書いていただくということですね。調査、操業海域は森沖であると。それから、班の名前ですね。これは2班の例ですね。でそれから、ここに銘柄、適用という欄があるので、銘柄、大中小、どれを配られたかを書いてください。ここにも銘柄大って書いてありますね。どこか見て分かるように、書いてもらえればいいかと思います。それから、使うのが、これ全長、この例だと全長を測ってるんですが、今回は、標準対象 SL だけを測るので、この欄は、空欄で結構です。標準対象 SL、それから体重、それから生殖線重量、ここに、グラム単位なので、3.2 だとかいうふうに小数点1桁値を書いてます。あと、オスメスっていうマークがあるので、ここに、丸をつける。書いてもらうと。それから、ここに STM という欄があるんです。これストマック、胃内容物の欄ですね。で、先ほど前のページにあったんですが、空の時には空マーク。これ私が勝手に
昔から使ってるマークなんですけど、これに合わせてもらって、このファイのマークですね。このマークをつけといてください。で、もし、中身があった後、大きな声を出すケースですね。その場合には、ここにその番号を書いてください。で、このように飛び飛びに、出てきた場合には、答えは飛び飛びなんだけれども、胃の番号は投資番号になるというような、ことになります。で、2班なので、この場合は2の1、2の2ということになるし、3班、4班それぞれ3の1、4の1ということになるわけです。それから、臨門を読んだ年齢査定結果ですね。これを年齢査定が、できたところの欄に記入してください。くれぐれもずれないように。それから、ここになんか激痩せ個体とかって書いてあるんですけれども、後でそのデータをまとめる段階でですね、体調体重関係から、ちょっとこれおかしいんじゃないかというのを、跳ねたり修正したりということをしてもらうんですけれども、そうじゃなくて、本当に激痩せだったとか、激太り個体だったというのも、あるかもしれないので、目で見て明らかにこれはちょっと変わったのがいたなと思ったら、ちょっと備考欄に書いておいてください。